またまたやってきました。ウルトラマンでございます。古谷便の夢道 TV です。はい。皆さん、こんにちは。ウルトラマンどうでしょうか。たまにはこんないたずらもいいんじゃないかと思って、やりました。古谷便の夢道 TV、始めさせていただきます。今回も先日に続いて僕の大好きなゲストをご紹介いたします。はい。ウルトラマン、ウルトラ Q にも出演されました津沢さんです。どうぞ。よろしくお願いします。星野勇です。はい。よろしくお願いしおます。願いします。先日はとても楽しいお話をありがとうございなんます。か何言ったかよく覚えてないんですけど。僕らも全然わかんないね。もう言ったこと全部忘れちゃうんですよ。そんなことがあった言いっのか。ぱなしなんで。もう本当ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。今日も、早速ですが、ウルトラマンの話を、はい。すごい思い出を、一番記憶に近いところのはずですね。お願いいたします。よろしくお願いします。はい。それで、今日もまた、私のパートナーでございます。早川さんでございます。はい、ありがとうございます。津田さん、今回もゲストとしてお話伺いたいと思います。こちらこそよろしくお願いします。はい、司会進行はまた私、例によってライターの早川勝が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。このシリーズでは、ずっと津田さんのキャリアを追いながら、ウルトラにだんだん近づいていったわけですけれども、いよいよ今日はウルトラマンの話を、させていただければと思います。ウルトラマンでは星野勇少年として、レギュラー出演されてるわけですけれども、これは衣装合わせとか、最初のメンバーとの顔合わせとかってご記憶ございますか？ありますね。やっぱりこのウルトラ Q で鳥を見たでまずゲストで、1話出演されて、まあスピンオフってわけじゃないんですけれども、やっぱりその印象も良かったんでしょうかね。そうでしょうね。じゃないと。多分。抜擢、多分そうだと思います。数あるね。だから、少年軍いっぱい出てましたからね。そうです、そうです。その中からやっぱり抜擢されたってことはすごいことなんだ。いやもう光栄です、もう本当に。何せ隊員服をね、着れたっていうのが、それで演技ができたっていうのはね、もう夢でしたからね。でも最初はその予定はどうだったんですか？制服まで着る予定っていうのは、最初からなんとなくあったんですか？いずれは。予感はしてましたね。そうですか。特に監督から、いずれ隊員になるよとか、そういうお話は、話はないんですけど、衣装合わせで、採寸をしてましたから、これは、ただの少年のね、半ズボンとあれに採寸はないなと思ってましたから。そうだよ、普通ないですよ。ないよね。ない。でも星野君の普段着、あれは、でもちゃんと、あれですよね。自腹というか自前ではないですよ。自前ではないですね。あれ衣装さんの。衣装さんですね。シャツと帽子、赤いハットと、半ズボンでっていう。帽子は最初なかったんですけども、帽子は、撮影で、最初の飯島監督の撮影の中で、なんか、監督が被ってた帽子をポンと被せられて、こっちの方がいいだろうって感じで、それがスタートなんですよね。だから最初の星野少年は、帽子全く被らないで、普通の。じゃあ、あれは飯島さんが。そうです。飯島さんの、なんかその時の思いつきで。そうなの。最初のそのメンバーとの家督隊の皆さんとの顔合わせとか、そういうのってどの場所で、どこでっていうことですかね。多分東宝のどっかの一室だったと思うんです。結構広いところで、テーブルを囲うようにして、それで、
台本読み、なんて言う本読みですか？本読みですっていうんですかね。そんな感じでなんか、こう、台本を読み合わせるようなところに連れて行かれて、そこでみんながこう読むと。そんなのね、私やったことないんで、なんか緊張しましたよね。全員いたの？多分いたと思います。全部いたんだ。はい。じゃあそれは緊張するわね。はい。で、それはずっとやるんじゃなくて、ちょっとだけ読み合わせて、それでどうなったか、その後どうなったかはもう覚えてませんけどね、それ以降は。まあ、それまでのお仕事では割ともう現場に行って、お芝居をする。僕はもういきなり、そのリハとか、そういうドライリハじゃないですけれども、局でそういう本読みなんていうのはまあ、あんまり経験がなかったのに、そうです。その時は、まあ、大人気番組のね、そのウルトラ Q の後を受ける期待の作品ということもあると思うんですけど、それはどうでした？東宝撮影所は子役の時は結構入ってたんでしょ？いや、もう東宝は全然。なかったの？面接何度も行ったことあるんですけど、ことごとく落選ばっかしで。そうっていうか、落選だったんですけど、結構合間に仕事がいっぱいありましたからね。そうですね。じゃあ東宝撮影所の中っていうのは、そんなに。全然知りませんね。そう。どうでした？やっぱりなんかね、雰囲気が違いますね。国際放映とどうでした？いやなんとなくね、なんていうんですかね、こう、俳優さんの数がまず違ってて、時代劇なんかも結構撮影あったんで、そういうこう、当時の時代劇の格好をした、うろうろ歩いてるのが見るとね、撮影所だなっていう感じでね。氷点の時にあれ、大映行ったでしょ？大映の撮影所も行きました。ね。はい。やっぱり違うんですよ、雰囲気が。違いますね。東宝の方がどっちかっていうと垢抜けた雰囲気です。なんでかっていうと、東宝の撮影所って、入り口のところに、看板が、映画の看板。東宝マークの、そう、東宝マークがあって、看板がいつも、付け替えてあるんですよね。塗り替えてあるっていうか。だからそれがなんかね、雰囲気を醸し出してるっていうか。撮影所って感じしました。撮影所って感じ。大映はね、なんて言ったろうな、あんまり行ったことないけど、なんか閑散とした感じしてましたね。そうなんだ。そう、当時は東宝にぎやかでしたからね、スターさんがうろうろ歩ってた時代だから。そうですね。もう、東宝なんていうと、もう私一回も仕事したことないしっていう感じで、新東宝潰れたところで、その後国際放映で、そうそぼそと仕事もらってっていうような、こう認識ですよね。だから東宝で仕事もらったら、それこそ大変だなっていう、落ちこぼれ感みたいな。どっかにあったかもしれないですね。子供の頃そう思ったの。やっぱり、だって、東宝で仕事をもらったことないから。そうなんだ。だから、ウルトラマンの撮影で、撮影というかアフレコで東宝行くとやっぱり、東宝かっていう感じで、行きますよね。アフレコは必ずね、署内の中だからね。アフレコは署内のキヌタラボと隣で。そうそう。ね、あったからね。そうなんだ。で、東宝のちょっと歩って、円谷プロがあって。そうですね。そこはしょっちゅう行ってた。そこはしょっちゅう行ってた。だいぶ違う。全然違いますね。バラックだよね。プレハブだよね。プレハブの2階建てでね。京都衣装の倉庫だからね。そうなんだ。だから、長いんですよ。だから割とこの田舎のね、学校の分校みたいな雰囲気ってよく言われますけど。倉庫だからね。京都衣装さんが。倉庫というか、なんか全体的に使ってたみたいですよね、京都衣装さんが。それが、京都衣装さんが東宝の傘下になって、使っていたのが、東宝の署内に移ったんですかね、倉庫が。それでその場所を円谷プロさんが途中から使うようになってということらしいんですけど。だから、怪獣倉庫あったじゃないですか、絹田の。あれで怪獣が吊るされているところの、その怪獣がみんなこう、倉庫に吊るされているところの上にタグというか、名刺がね、その名刺というか、その衣装の名前が、その軍人とかですね、消防士、
消防員というか、うん、そういった、あれなんですよ。警察官とか、その怪獣が吊るされた上に衣装の名前が残ってたんですよね、当時ね。だから、あ、ここは衣装部屋の倉庫だったんだなって思いました。昔の円谷プロは。まあ、じゃあ東宝撮影所が第一歩で、それからウルトラマンが始まったってこと。そうですね。ねそこで顔合わせをして、どうでしたやっぱりドキドキ。また、でもこうやって大人たちの俳優の中で、その、少年として、いろんな作品でそういう位置づけのものでは、お仕事されてますもんね。そうだよ。やっぱりね、イケメンと、それからイケメン俳優さんと、イケメン女優さんが集結してるじゃないですか。ね、ちょっと雰囲気が違う。ね、東宝系のっぽい。ちょっと雰囲気がやっぱ違うんですよ、東宝の俳優さんって。国際放映さんのドラマとかとまた違うんですよ。で、ちょっと、こう、匂いも違う。匂い。匂いっていうか雰囲気だね。雰囲気ですね。黒部進さんとか。ちょっとこう、近寄りがたい感じの人が。で、国際放映の俳優さんってどっちかっていうと、こう、近寄りやすいっていうか。そうなんですか。そう。フレンドリーというか。親しみやすい。親しみやすい感じの人が、なんとなく、慣れてたっていうのもあるかもしれないですけど、撮影所自体に馴染んでたっていうのもあるかもしれないですけど、やっぱり、円谷プロ行くと、やっぱり、ちょっと違うんですよ。緊張感が。そうなんですね。で、まあ、二瓶正則と黒部進と桜井宏が、これ東宝ですよね。あと、虫さん、今、その時は石井さん、それから小林さん。これ二人が東宝じゃない。その辺のバランスはどうでした？東宝の方が来てるなんていうことは、これっぽっちもその時知らなかったんですよ。そうか、はいはい。知らないけど、なんかこう、顔の骨格とか、そういうのが、東宝系のその、イケメン俳優さんっていう、なんだか、なるほど。雰囲気。違うんですよね、やっぱりね。ウルトラ Q のね、鳥を見た時はほとんど一人芝居、文鳥とのツーショットが多くて、絡みがあまりなかったですよね。だから、鳥を見たの時も、沢原健二さんとか、絡むと、こう緊張するんですよ、やっぱり。すごいイケメンで。そうだね。それで、桜井宏子さんもやっぱりちょっとこう、スーッとしてでしょ。で、西条さんも、三枚目役っぽいんだけど、なんかちょっと違う。ちょっと違う。でもやっぱり沢原さんとか沢原さんがやっぱオーラがある。ね、それはね、スターだからね。本編の映画俳優としてのオーラ。私たちが見てたゴジラ映画の、宝田明さんみたいな存在ですよね。それが目の前にいるみたいな、沢原さんも同じ同列ですよね。この人と一緒にやるのって。緊張したんですよ、子供だから。緊張した。緊張した。今ちょうどね、お話出たところで、子供の頃ご覧になった怪獣映画って今おっしゃられたんですけど、その、津田さんからされると、その、ご覧になってた怪獣映画ってどの辺のものなんでしょう？キングギドラとか、キングギドラとモスラとゴジラ。三大怪獣地球最大の戦ですかね。キングギドラが好きでね。あれがこんな首がこんななって、開口線を開いて、開口線が今考えるとさ、ウルトラマンのああいうね、中野さんがやってらした。そうですね、その光学合成と。光学合成。作画の。もうあれ、どうやってやるんだろうって言ってね、すごいこんな怪獣がいたら、もう人類滅亡だなと思いながら、もう夢中だってね、あの当時はね、映画は、完全入れ替え制じゃなくて、何回見てもよかったんですよ。そう。残ってね、何度も繰り返して。だから、押し合いへし合いみんな見て、途中から入ってって、で、座れるまで待って、で、座れたら今度は最初からゆっくり見るって感じで、3回ぐらい見てましたよ。そうだね。入ったらね、1日だもんね。三大怪獣にも、リンさんも出演されてますし。でしたんだよな、あれも。だから自分でね、でしたん母ちゃんとか、いろいろ、チャンピオン太とか出てながら、
ゴジラの怪獣とかは別に夢中になって東宝の、だから東宝っていうのはやっぱりなんか別なんですよね。東宝の映画とかっていうと、東宝っていう言葉聞くと緊張するっていうのは、ああいう映画見てたからっていう線もあるかもしれませんね。で、家督隊の中では、どなたに一番こう、親しく、役者さんの中ではどうでした？いやー。皆さんの中では、レギュラーの中では。誰と一番仲良かったのかなと。いや、誰とも仲良くなかった。誰に可愛がっていただくとか。いや、皆さん良かったんですけど、そうですね。撮影の合間に、私、ほら、子供だし、接触して話すっていう場面がほとんどないですよね。何の話したらいいんですかね、そういう時って。話題に入れないもんね。話題に入れないですよ。大人の話題にね、いくら言ってもね。カメラが回ってない時の、そういう素に戻った時の。そう。だから、一番記憶残ってるのはやっぱりほら、偽ウルトラマンができて、ザラブ星人。ザラブ星人の中で声が出なくて、そのアフレコの時に、黒部さんにね、頑張れよって言って私、もう声が出なくて、もう4時間、5時間ずっと何回もNG が出て、出なかったことがあってさ、慰められて、優しい人だな、黒部さん。って、親しみを感じた時が、その時が一番。割とではもうあれですね、星野くんとしては、もうあの時はもう家督隊の一員でしたし、割と後半になってのエピソードっていうか、あれですね。そうですね。あとは、その撮影現場で、一緒に撮影してる時は、撮影してる、そのテストの時とかは、普通にこうやって演技しながら、こうしなきゃねっていう感じで普通に接してて、撮影終わると別に、じゃあどっか行こうかって他の人たちみたいに飲み行くかって感じじゃないから。子供だから。そうね。お母さんと帰るだけだ。そう、帰るだけだから。そこはそういうオフのお付き合いっていうのも。だからむしろね、こう、年をこう隔てて桜井さんに、改めて誘っていただいてね、そこからこう楽しくなってきたっていうか、こう、話題もいろいろ、もう、当時はできなかったお付き合いの仕方。そこから、こう、いろんなことで、今度は、古谷さんがね、もう袋にもすごい優しくしてくれたりとか、食事会の時ですね、いろいろ食事会があって、そういう時にすごく親切にしてくださってとか、それからなんか古谷さんともね、すごく、なんかお付き合いしてて楽しいなって思うように。時空を超えてね。時空を超えてですよ、本当。お互いにいろんなの体験して、なんか、年が接近してきたって感じで、だんだん。お互いおじいちゃんになりつつある。撮影中はね、星野少年と接触っていうのは全くなかったしね、ウルトラマンはね。撮影してる場所はね、ウルトラマンはその当時、備前、すぐそばだけどね。特撮セットも、特捜隊のパーマネントも、同じ敷地内で撮ってるわけじゃないですか。だから覗きに行こうと思えば、特撮の方にご覧に行ったりはされなかったですか？いやー、結構、待ってて、撮影の合間、その合間に見に行くことってなかったですね。たまに帰りがけにここでやってるんだと思いながら空いてたら覗くぐらいで。やっぱりすごいお母様のやっぱりプロとしての役者としてのしつけがすごいんだと思いますよ。やっぱりそこ普通の子役さんだったら怪獣好きだったら絶対見たいじゃないですか。その本編でバルタン星人撮ってたらそのバルタン星人とウルトラマンの戦いをね特撮セットでちょこちょこっと。だから偶然を装ってしか見なかったですよ。で、大抵偶然で見ると、空となんかセットがちょっと見えるぐらいで、怪獣何もいないやとか。あと、行った時になんか怪獣の、ぬいぐるみのみだけあったりとか。その怪獣とかもやってみたいと思いませんでした？そういう映画とかご覧になって、子役もやって。
怪獣になる。怪獣を着てみるとか、ぬいぐるみの方は。いや、それはなかったです。それはないですね。山村哲夫さん、やっぱり子役で、ラボラで共演されてますけど、山村さんなんかほら、チャメゴンでしたっけ？ブースカで入ったりとか、そういう方もされてますけど。そうですね。そういうオファーがあったらどうだったでしょうね。あんまり考えたこともないですか？考えたことないですね。やっぱり折り目正しく育てられてるんですか？怪獣の中は、でも大変ですよね。きっと大変だなとは思うと思います。キングギドラが好きっていうぐらいですから。でも仕事の話だったら、多分受けると思いますよ。今度少年宇宙人が出るんだけどとか、そういうちょっと今度演じてみませんかっていう、もしね、オファーがあったら当然当時。いやもし、その、新生プロの中でこういう仕事で主役だよとか言われたらさ、この輪だけ主役だよとか言われたら、出ちゃうね、きっと。っていうかまあ本当にそういう少年ヒーローものとかだって、そうあるわけで、そういうオファーがあったら。そしたら後で、あれ俺だよっつって言えるじゃないですか。今でも十分言えますので、もう僕らは本当に憧れの星野くんですから。